皆様、本日はこちらのブロッコリー。こちらを使って、皆さんね、びっくりドンキー行かれます行かれますそう、びっくりドンキーでさ、イカの箱舟とか、あると思うんだけど、多分ね、これはね、結構最近のレシピというか増えたと思うんだけど、そこにね、ブロッコリーの箱舟っていうのがあるんですよ。それすっげえ美味しいんですよ。なんで、自分でちょっとそれを超える何か、ブロッコリーの。やみつきブロッコリーだね。そう、作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。で、まずブロッコリーなんですけれども、まあ、このね、硬い茎を落として、で、まあ今これ、スタで取れたんだけど、こちらをね、しっかりと洗う場合は、まあ水洗いも一回してはいるんだけど、こういうボウルとかで、ちょっとこういう風に、ピーって、ちょっと振るってあげて、そうすればね、この房の間にある汚れとかも落ちやすいので、であとプラス、ここにね、もうボウルの中につけちゃえば、汚れがさらにね、出るので、もし汚れがすごい気になる方はそれくらいしてあげてください。まあ正直俺はね、もう軽くさらっと水洗いすればいいかなってぐらいの感覚なんで、ただまあこういうところにね、汚れは積まれやすいので、ブロッコリーは。そういう風にちょっと処理してあげてください。俺はちょっとやっぱり食べ応えが欲しいんで、ちょっと大きめに。これよりは細かくせずに、大きいブロッコリーで、今回やっていきます。で、また一房一房、ちょっと取っていって、ちょっとこれはさすがにでかいな。ちょっと大きいところとかは、下に切れ込み入れてあげたら、あとはもうパッて、取ってあげれば、崩れることもなくいい感じに取れるんで。ちなみにね、新鮮なブロッコリーの見極め方はね、これがなんか開くこともなくキュッてなってて、しっかりした緑のやつがいいらしいですよ。なんかこの上のね、この森の部分が、ちょっと開いてちゃうと、ちょっと時間が過ぎてるかなみたいな感じらしいんで。うわ、それコメントであったんだよな。名前忘れちゃった。せっかく言ってくれたと、もう一回お願いします。なんだったっけな。何がそのつぼみの部分じゃなくて、その森の部分の名前をちゃんと書いてくださった方がいて。これ森じゃないの？森ではない森ではない、確実に。ブロッコリーの森だと思ってた。まあ、こうちゃん友達からするからね。そう。森を食べてるみたいで怖いっつってた。どんな怪獣だよ。はい、じゃあブロッコリー、とりあえず全部カットし終わったら、まあちょっと水につけておいて、汚れを浮かします。で、この茎の部分とかは、ちょっと今回は使わないんですけれども、この中の部分は、浅漬けとかにしても美味しいし、炒め物とかにしても美味しいので、もし使う場合は、しっかりとちょっと、これね、分厚めの皮があるんで、そういうところも一気にガッて、これくらい落として、この中の部分ですね。こちらを使ってあげてください。はい。前のフライドブロッコリー、めちゃくちゃ今大好評なんですけど、そちらね、一応概要欄に貼っとくので、そちらにね、処理してくれてる動画があるんで、こうちゃんが。はい。よかったらそちら見てみてください。はい。はい。今回は使わないです。はい。では、ちょっとブロッコリーは、このままちょっと汚れを浮かせるので放置して、タレ作ります。で、今回ブロッコリーを調理軽くね、し終わった後に、ちょっと大きい中で、あえてから最後、トースターで焼こうと思ってるので、ちょっと大きめの容器の中でタレ作っていきます。じゃあまず、お醤油、お精油。こちら大さじ2杯。に、みりん。こちらも大さじ2杯。で、お酒を大さじ1。わーい、使い切った。だしですね。今回、あごだし使います。あごだしを、で、結構味は濃いので、小さじ1杯ぐらいで大丈夫です。はい。で、ここにお砂糖、ちょっとね、甘みを強くしたいので、大さじ1杯ぐらい入れるんだけど、もしね、ちょっと糖質を抑えたいよとかではラカントとかでも大丈夫。チューブでいいので、生姜小さじ1杯ほど。コンソメを小さじ1杯ほど。結構味はしっかりついてるんで、これくらいで大丈夫。はい。で、こちら、よーく混ぜ合わせておきます。はい。じゃあ、これでね、タレの方は完成なので、そしたら、その間ちょっとつけてたブロッコリーを、ちょっと流した後、もう一回ちょっと流水で洗って、軽く水気切ります。で、ブロッコリー。こちらよく水洗いした後、まあ水気はね、軽くって言ったんですけど、これからちょっと素揚げをするので、水分が多いと跳ねちゃうので、まあ、キッチンペーパーとかがあれば、それで水分は、ちょっと
拭ってあげて、ちょっと水分を、飛ぶ危険を排除してあげてください。跳ねちゃうんでね。まあ、少々大丈夫って方は、まあ、大丈夫。で、油の量なんだけど、まあ、1センチも満たないかなぐらいの量で。結構たくさんね、もう素揚げなんで、ブロッコリーバッて入れちゃうんで、かさは上がるので、安心してください。菜箸入れて、ちょっと、先っちょからふつふつっと油が軽く出るようになったら、ブロッコリーどんどん入れていきます。ほい。では、投入。で、ブロッコリーはちょっともう軽くね、焦げ目がつくように揚げてあげてください。で、どちらかといえば、茎の部分がしっかりともうこの段階で揚がるように。この段階でね、茎はしっかりと火を通して柔らかく。そう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 、ホクッとね。あと、シャキッとしてる塩茹での時とは、違うんで、多分、小さいお子さんも食べやすいと思います。そうだね。で、油少なめでもいいんですけど、多分真ん中ぐらいまでは浸るぐらいがいいよね。素揚げなんで。そうだね。で、今回フライパン使ってるけど、フライヤーがあればフライヤーの方が温度も下がりにくいし楽だと思います。はーい、じゃあブロッコリーに分かるかな、ちょっとこれくらいの揚げ色がついてきたら一回ちょっと取り出してあげてください。でね、今回ちょっとやっぱブロッコリーって油結構吸いやすいんで、できれば新しい油使ってあげた方がいいですね。あと米油がおすすめです。じゃあまあこんな感じでちょっとブロッコリーの油切りつつ余熱で中まで火を通していくんですけども、一応残りのブロッコリーも揚げときます。では、こちらの素揚げしたブロッコリーを先ほどのタレにちょっと絡めるんですけれども、ちょっとタレまず半分だけ別にして、今半分だけですね。そしたらちょっとまずブロッコリー入れて、中で和えます。油ごと入っちゃいそうだな、こうなると。はい、じゃあブロッコリー。ただ崩れやすいからあんまりガサガサって混ぜない方がいいです。力強くもやりすぎちゃうと、ほぐれちゃう、ブロッコリーが。ブロッコリー全部入れたら、ちょっとふんわりとじゃないですけど、中でタレに絡めます。柔らかくしたいんで、下からね、すくい上げるように。OK。これでいい感じにタレが絡んだら、そしたらオーブン皿用意してあげてください。じゃん、見て、めっちゃ可愛くないこれ。なんだっけ、ノルウェーじゃなくてスウェーデンか。ムーミンたちがいるところの。そう。のお店で、これ、そういうオーブン対応のお皿なんですけれども、このままレンジとか、あとオーブン調理可能で、見て、あとプラスね、そのムーミンシリーズの菜箸じゃない、箸置きがあったんで、これ砂付近でしょ。で、これニョロニョロ。で、あとムーミンと、もう一匹ムーミンと、彼女だかわかんないけど、あとはなんか意地悪そうなやつ。女の子の5人セット買いました。でも、俺が知ってるのは、もうこのスナフキンとニョロニョロしかいなかった。あとムーミンだね。そう、ムーミン。これをよく使う。OK、じゃあもうこれ、先ほどのこちらを、盛っちゃいます。耐熱容器に、まあブロッコリー結構適当で大丈夫だよ、最初は。バッて。で、まあ最後見た目を良くするんだったら、最初はもう適当に入れて、最後だけね、ちょっと、この上に、森を上だけにするんじゃなくてね、たまにちょっと茎を出してあげておくとね、色合いがね、綺麗になります。そしたら最後、マヨを、いい感じにかけてあげてください。はい、いきまーす。はい、こんな感じになったらもう火は通ってるんで、あとはちょっとこの上のマヨが、ちょっと軽くね、焦げるぐらいまで、トースターで火をかけていきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。はい、乾杯。これも朝日だ。あ、うま。では、これを一緒にいただきます。
うまい。めちゃくちゃ味染みてる。マジでうまいわ。本当に美味しい。うまやっぱり素揚げにしてるから、そのブロッコリーとかの旨味の凝縮具合が尋常じゃないんだよね。めちゃくちゃジューシー。みずみずしいよね、噛んだ瞬間。ホクッとしてるんだけど、中からジュワーって旨味がもんと溢れる感じ。で、それに、こうちゃんのこのやみつきのタレが、マジでうまいです。完璧だね。うわ盛りの部分上にして焼くと、その最後、トースターで焼いてる部分が、少しパリッとなってて、そこがめっちゃうまいです。ちょっとさ、やっぱこの、大きめのやつはね、本当にまだ中ホックホクなんだよね。だから、結局混ぜた時に、多少やっぱり煮崩れじゃないけど、するんで、大きめの方がいいと思います。いや、ただめちゃくちゃうまい。細めのやつはもうちょっとトロッとしてるね。それはそれでまた美味しいけど、これはすごい。下に溜まってんのめっちゃうまいんだけど、下に溜まってるやつはやっぱ、最後タレが下にあるんで、めっちゃ染みてるんすよ。めっちゃうまいね、これ。めっちゃほんと美味しい。これちょっとタレたくさんつけた方がいい。完璧なんだけど。ただこれ本当に素揚げの見極めが多分ちょっと難しいんですよ。色がほんのりついたらもう揚げていいと思います。高温でパッとやってほんのり色がついたらもう揚げていいと思う。唐揚げみたいに色がバッてついたった時にはもう遅いんで入りすぎてね、火が。そうそうそう、そこだけ。これってさ、全部持ったっけ？もう持った？全部持っちゃった？マジで全然足んないんだけど。マジでもうないよ。熱っ。ふたふさ。なんで触ったの？ちょっと熱かった。ひっくり返して、これやばい、めっちゃうまい。マジで作って。マジで無限にいける。これ本当に大人のつまみにも もちろんだけど、ちっちゃい子超絶好きだと思う、これ。マジで野菜とあんま思えないぐらいのね。全然思わない。だから衝撃的に言ったらマジでフライドブロッコリーと匹敵するぐらい、同じぐらい、いや超えるな。フライドブロッコリーってさ、まだちょっとホクホクしてるこれブロッコリー感ちょっとあるじゃん。ないもうないしで分からない。ほんとね、さつまいもとかさ、そういうくらいのさ、そう甘みも感じるし。いやこれはね、でもこうちゃんがね、調味料の配合がめっちゃ良かったんだと思う。この甘み強めの配合のやつがめっちゃうまいと、あとコンソメと出汁がめっちゃ効いてるんですよ。そこもすごいおすすめ。ただしょっぱくなりすぎないように、もう今回の量の半分が絶対いいね。タレはね、作る量はそれくらいで大丈夫だと思う。上の方がちょうどいい感じで、下になるとめっちゃひたひたになってるから、それがめっちゃうまいです。本当にめっちゃうまい。だからご飯のっかってるのもほんとおつまみだよね。マジで美味しいよ。で今回使った油がさ、米油じゃん。で結構さ、やっぱブロッコリーこの房の間にさ、油は吸っちゃうんだけど、米油使ったら全然油っこさというかさ、ない。感じないから。これは本当にね、最近僕たちの動画見て米油買ってくださってる方は米油の方がいいし、あとは今回できるだけ手間がないようにこうちゃんがフライパンでやってるんだけど、やっぱりフライヤーで温度をきっちり測っての方が多分もうフライヤーでもうちゃんと170から80ぐらいになった時に1分間だけやるっていう風に決めた方が失敗も絶対ないと思います。多分見極めが難しいんで、はいっていう感じでございます。でもマジでめちゃくちゃうまいんで、クリスマスとかに出てきたら超ちっちゃい子喜んでくれると思うし、多分他の揚げ物多分一緒にやると思うんで、その時にぜひ一緒に作ってみてください。いやマジで熱量がやばいね。これは美味しい。ということで、本日は以上になります。もうマジでほんとめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。